皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アベノマスク、そしてアサヒノマスクといった言葉についての関連ニュースを少しまとめてみようと思います。もともとアベノマスクという言葉は、安倍首相の布マスクを皆さんの家庭に届けますよという政策発表からスタートしました。布マスクがたった2枚しか配られないのかといったところが失望の声につながったわけですが、それによるニュースというものは未だに続いています。今回なぜこの言葉を取り上げるかといえば、安倍政権を批判するマスコミも、そのマスコミを批判する人についても少し冷静さを欠いている部分があります。ですので、そうした混乱した状況にあって、なるべく冷静に事態を見つめるためにもニュースをまとめてみようと思いました。まずは安倍政権を批判する朝日新聞のニュースから見ていきましょう。どうぞ。事の始まりは、安倍総理が布マスクを全戸に配布すると発表し、これに対する批判を朝日新聞が始めたことです。布マスクは有効？ WHO はどんな状況でも進めない。新型コロナウイルスの感染拡大防止の一環で、安倍晋三首相が選択して繰り返し使える布マスクを5000万余りある全世帯に2枚ずつ配る方針を表明した。布マスクの効用をめぐっては専門家の間でも懐疑的な見方が多い。九州大学大学院の矢原教授は、国は布マスクの配布に加え、子どもたちのために自作するよう要請しているが適切ではないと指摘する。布マスクは折り目のサイズが大きいため、飛沫を防ぐ効果が小さい。また、繰り返し洗って使う場合、管理が悪いと雑菌がはびこる可能性があり、かえって不衛生になる可能性も挙げる。5年前にイギリスの医学誌に発表された論文では、1607人の医療従事者を医療用マスクをつける人、布マスクをつける人、マスクをつけたり外したりする人に分けて感染リスクを比べたところ、布マスクをつけた人が最も呼吸器疾患やインフルエンザ症状を示した人が多かったという。WHO は新型コロナ感染拡大期における布マスク使用について、いかなる状況においても進めないと助言している。聖路加国際大学の大西准教授も、布マスクには他者からの感染を防ぐ効果は全く期待できないと話す。布マスクとの間に不織布を挟むというアイデアもあるが、顔との間に隙間ができてしまうため効果は限定的という。ただ、大きな飛沫をせき止め、喉を保湿する可能性はあるため、他人にうつさないという目的を考えれば、つけないという選択肢はないと話す。朝日新聞のアベノマスクに対する批判は、海外の報道を理由として進んでいきます。アベノマスク海外でも報道、マスク配布に冗談か。アベノマスク、新型コロナウイルスの感染拡大防止の一環で、安倍晋三首相が1日に布マスクを全世帯に2枚ずつ配る方針を表明すると、日本のツイッターではアベノミクスをもじったそんな言葉がトレンドランキングの1位になった。SNS などで厳しい反応が相次ぐ中、アベノマスクは海外メディアでも取り上げられている。アメリカ FOX ニュースもエイプリルフールの冗談ではないかと受け止められていると報道。ツイッター上に上がっている安倍首相の加工画像を交えながら、安倍首相が一連のパンデミック対応で批判にさらされていると伝えた。朝日新聞は総じてこの布マスクを配布することに対して批判的だったわけですが、その根拠として布マスクは感染防止に役立たないというのが一つの主張になっていました。ところが朝日新聞は自社の販売サイトにおいては布マスクの販売を行っていました。洗える立体ガーゼマスク2枚セットで3300円。なお、この朝日新聞ショップで売られているこのガーゼマスクは別に朝日新聞が製造しているマスクというわけではありません。このように朝日新聞が布マスクには効果がないのではないかといった批判的な記事を上げていて、にもかかわらず自社サイトでは布マスクを売っているじゃないかといったこういった展開になったわけで、ここに来て布マスクについての一つの問題発言が出てきます。こちらが常念さんのツイッターのアカウントなのですが、こちらで朝日新聞が2枚で3300円のぼったくりマスクを販売中、買っちゃダメだよという発言をしたわけです。少し日にちが経ってから朝日新聞の記者が安倍総理の記者会見の場において質問する機会がありました。布マスク批判を指摘の朝日新聞記者に首相が反撃。御社も3300円で販売。安倍晋三首相が17日の記者会見で朝日新聞の記者から布マスクの全住所配布で批判を浴びていると指摘された際、御社のネット通販でも布マスクを2枚3300円で販売しておられたと承知していると反撃する一幕があった。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、
政府が17日に配布を始めた布マスクはアベノマスクと皮肉られ、サイズが小さいなどの不評が多い。首相は布マスク配布について、マスクが手に入らずに困っている方々がたくさんいるという認識のもと配布することにした。洗えば何回も使え、マスク需要の抑制にもつながっていくと説明。さらにシンガポールでも全国民に布マスクの配布を行い、パリ市でもそういう決定がなされたと聞いていると配布の妥当性を強調した。さらに朝日新聞の質問に対して、御社のネットでも布マスクを3300円で販売しておられたと承知している。つまりそのような需要も十分にある中で2枚の配布をさせていただいたと皮肉った。朝日新聞社が運営する通販サイト朝日新聞ショップは17日現在で物流に支障が出る恐れがあるとして受注停止となっている。どうやらこの問題に対して毎日新聞は随分と興味を示したようで、さらに連続して記事を出しています。新型コロナ首相の攻撃で注目。朝日のマスク、実は高品質。150回洗濯可能長時間快適。緊急事態宣言の全国拡大などをめぐって開かれた17日の首相記者会見。最近では布マスクや星野源さんの動画でも批判を浴びているが、この間の一連の新型コロナの対応について、ご自身でどのように評価しているかと質問した朝日新聞記者に対し、首相は語気を強めて反撃した。事前に保守系の経済評論家が、朝日新聞が2枚で3300円のぼったくりマスクを販売中、買っちゃダメだよとツイートしていた影響もあってか、ネット上には朝日新聞に特大ブーメラン直撃、ぼったくりかよ。朝日新聞社は国民のことを何も考えていないぼったくり、悪徳商法会社だったなどのツイートが相次いだ。しかし実はこのマスク2枚3300円が定価だ。繊維の町として知られる大阪府泉大津市の南市長と泉大津商工会議所がマスク不足の解消を目指し、3月6日に市内の繊維メーカーに呼びかけて、市内と近隣の会社がそれぞれに手作りで製造販売したうちの一つだった。市や商議所のホームページには、必要な人にマスクが届かない状況を改善するため、泉大津ならではの良さが詰まったマスクを揃えました。地元事業者が一つ一つ手作りで作りました。泉大津産マスクは洗ってもまた使えるマスクで、経済的、環境的にも優しいマスクですとある。朝日新聞の通販サイトで販売していたマスクを製造したのは、1917年創業の泉大津市の老舗繊維メーカー、大津毛織。同社によるとマスクは計4層構造、綿は医療用レベルの原料を使うなどし、150回洗濯しても使えるという。1日1000から1500セットを社員約15人で手作りしているという。大津毛織のマスク担当者は、布製でありながら立体構造で長時間つけていても不快感がないと胸を張る。だが首相の発言によってネットの一部ではぼったくりなどと表現されて攻撃対象に。担当者はすごく残念で悲しい。言われっぱなしで我々にはどうしようもなく対抗策もない。日々マスクを作って届けるしかないと声を落とした。ただネット上ではそうした事実を踏まえた投稿も増え始めている。妊婦向けマスクの袋に虫が混入するなど約1900枚の不良品が見つかり、サイズが小さく重いなどと批判されるアベノマスクと比較し、アベちゃんも注目、朝日のマスク、アベノマスクより高品質らしいしといったツイートも、プロの作ったもんバカにすんな、仕事潰すな、安倍政権が打ち出した地方創生をも否定する話などの指摘も上がっている。ネット上ではさらに朝日新聞の通販サイトが首相の指摘を受けて閉鎖したとの誤った情報まで広がった。朝日新聞社によると、受注を停止したのは首相が東京都などに緊急事態宣言を翌日に出すと予告した4月6日。通販サイトでは日付は入っていないものの、政府が緊急事態宣言を出しました。これに伴い朝日新聞ショップは物流に支障が出る恐れがあることから、お客様からの受注を期間未定で停止いたしますと記載しており、確認をしないまま情報が広がっているようだ。まず今回はマスクの話が主題だったわけですが、非常に気をつけなければならないことがあります。それは感染拡大防止のために一体何をすればよいのかというのは、まず第一にはマスクをすることではありません。第一にしなければならないのは、そもそも家にいることによって人との接触をなるべく減らすことです。マスクをするかしないかというのは、そもそも人に会わなければ考えなくてよいのです。家にずっといるのであれば、それこそ手洗いだって最小の回数で良いでしょう。
問題なのは、外に出なければならない。例えば仕事に行かなければならないであるとか、買い物に行かなければならないといった具合にして、外に出る場合において、じゃあ一体何をしましょうかという話になった時に、ようやくマスクをするかしないかの話になってきます。ですから、マスクをしていればとにかく外に出てもいいのだという考え方をしてはいけません。あくまでも第一に大事なのは家にいることによって他人との接触をそもそもしないことです。ただしここで大事なのは物理的な距離を取ることは大事ですが、何も人との交流を全て断つ必要はありません。現在はインターネットというものがあるのですから、交友関係についてはインターネットを使っていつでも連絡を取り合うようなことをすればよいでしょう。それでは今回の問題についての振り返りを行っていきます。まず第一に間違っているのは朝日新聞の布マスクに対する評価というものが全く間違っています。最初の記事で伝えられていたように WHO は布マスクの使用をもう推奨していませんよと書いているわけですが、これはあくまでも前提条件をバッサリと切り捨てた内容です。一体何を前提としているかといえば、医療現場においては布マスクは推奨しないということが一体となっています。ですからその前半部分だけを切り捨てて、あたかも布マスクは全く意味がないかのように書くのは大きな間違いです。医療現場の人たちについては医療用のマスクをしなさいというのが大前提にあって、その医療用マスクを使わずに布マスクを使うのは推奨しないのです。これはまあ当然の話なのです。そして一般の人が布マスクをすることに関して言っても、私はこれまでのチャンネルで何度か述べてきましたが、全く考え方は以前とは変わっています。パンデミックの発生前であれば、一般の人がマスクをしている理由というのはそれほどありませんでした。特に感染を防止する、外からやってくるものを防ぐという意味合いにおいては、布マスクなどはそれほどの効果は期待されていないというのは当然の話なわけです。もちろん感染防止効果がゼロというわけではありません。例えばマスクをすることによって顔を触る回数が確実に減ることであったり、それこそ記事の中にあったように保湿することができるために、なるべく感染しにくい状況になるといった効果などもあります。しかし現在ではそうした感染予防ではなく拡散防止、他の人にうつさないことをメインに考えて多くの人にマスクをすることが推奨されています。これは現在の研究によれば発症前においても他の人にうつすということが分かっています。そして発症後においても非常に症状が軽い人がいます。それこそ、自分はちょっと風邪かかっちゃったかなぐらいの気持ちで、実は新型コロナウイルスにかかっていましたという人も全然珍しくはないのがこの新型コロナウイルスの非常に厄介なところです。ですから、ちょっと風邪かかっちゃったかなぐらいの人が軽い気持ちで仕事に出て、その工程において人々に感染をさせてしまうというのが非常に問題なのです。ですから、外に出ざるを得ない場面があれば、みんながみんなマスクをすることによって、自分自身がかかっているかかかっていないか関係なく、そもそも他の人にうつさない、そのためのマスクですよという意識に変える必要があります。そして2つ目の間違いは、残念ながら常念さんの発言というのは、今回の件においては間違っています。特に大量生産品ではない布マスクの場合、多くの場合人件費がかかりますし、販路も確定的なわけではありません。ですからどうしても単価というものは上がってしまいます。日本国内産のものの価格が高くなってしまう現象を捉えて、これをぼったくりだと言ってしまうのは少し言い過ぎだったでしょう。そして常念さんのこの発言というのが、あたかも安倍総理がこの朝日のマスクについて批判したかのようにねじ曲げられる原因ともなりました。このねじ曲げは別に常念さんのせいではなく、安倍政権を非難するために常念さんの言葉を持ってきて、安倍総理が朝日のマスクを批判したのだ、日本国内産のマスクを批判したのだといったように、どんどんとねじ曲げていったということです。そして次の問題は、安倍総理のマスクに対する発言についての報道の仕方です。そもそも安倍総理は布マスクをみんなに配りますよという立場です。ですから布マスクそれ自体を批判するような立場では全くありません。では安倍総理は一体何を批判していたかというと、朝日新聞は布マスクの効果そのものについて批判していた記事を上げていたわけです。しかし一方で布マスクを自社では販売していました。つまりあなたの新聞社では批判する内容と自分たちのやっていることが矛盾していますよねということを一つ意味しています。しかしこれは直接的な批判をしているわけではなく、あくまでも政府が布マスクを配るのと同じように、あなたたちも布マスクに効果があるから売っていたんですよねという好意的な見方としても考えられます。
一般的にはあくまでも批判的な言葉だったわけですが、ここで批判されているのは布マスクの話ではなく、朝日新聞の矛盾した言動についてです。決して大阪で作られている布マスクについて批判したわけではありません。ですから今回のアベノマスク、そして朝日のマスクという言葉について言っても多くの間違いがあちこちで起こっています。そもそも朝日新聞は布マスクに効果がないという批判をしたことが間違いのスタートでした。またその他にも小さな間違いというものもあります。例えば今回の布マスクについて海外生産、例えばミャンマーで行われたのではないかといったことを批判する声があります。そもそも日本国内において生産したマスクというものが今は全く足りない状況です。そのような中にあって布マスクを国内で作る方がむしろ全くの逆効果です。海外で作ったものを国内に持ち込んで、それによって少しでも国内生産の助けになることが重要なのです。では本来であれば一体どのような指摘をすることが大事だったのでしょうか。もしも私が新聞記者であったならば、それこそ現在行われている政策についてもっとお金を使うべきだという話をするでしょう。例えば現在、経済産業省ではマスクの増産に取り組む企業に対して助成金を出しています。しかし、その助成金というのは全額ではありませんし、またその上限額も決められています。ですから私はここをもっと拡充して、政府が買い取ることを約束した上で、生産設備についても全額出しますよ。土地を買います、工場を建てます、機械を入れます、それら全てについて全て面倒を見ますよというのを日本企業限定で行えばよかったと思います。それに関して言えば、例えば400億円かかって巨大な工場を建てました。それによって月産何億枚のマスクが作れるようになります。それは市場に出すのではなく政府が全て買い取ります。絶対に他には渡しませんといったような政策をした方が私はかなりインパクトはあったのではないかなと思っています。もちろん実際に布マスク2枚を配る効果というのもあるのでしょうが、この場合においてはよりインパクトのある政策というものを打つことの方がより多くの人々の安心を変えたのではないかなというふうに思ってしまいます。以上のような話がアベノマスク、そして朝日のマスクの話だったわけですが、これら全体を通して言えることは、何といっても多くの人々の足が地についておらず、ふわふわと浮き足だった状態のために、問題点は一体どこにあって、その問題をどう解決するのかといったことに関しても、なかなか議論が進んでいない状況を表しているような、そういった現象の表れだと思いました。皆様はこのニュースについてどのようなことを考えられたでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。